今私は大阪の通天閣があります新世界というところに来ています。ここは大阪でもいくつかある観光名所のうちの一つで、最近は特に外国人の方も増えてきているようなところになります。今日はこれからこの新世界一帯を散策してみたいと思います。今日は2023年9月23日土曜日です。では行ってみましょう。こちらは地下鉄堺筋線の恵比寿町駅の3番出口を降りてまっすぐ通天閣まで続いている商店街ですね。今午後の1時前なんですけれども、結構人が散策を楽しんでいらっしゃいます。やはり日本人の方以外にも外国人の方もちらほら見かけます。ネットの情報によりますと、この通天閣というのは戦後焼け野原になったこの辺りの再開発の過程で、当時大都会だったフランス・パリのエッフェル塔を真似て作ったというふうに書かれておりました。そういえばなんとなく形エッフェル塔に似てるような気がします。通天閣の足元までやってきました。こうやって見るとやっぱ高いですね。上に展望台がありまして、こちら展望台出口と書かれてますけれども、その向こう側に展望台の入り口があります。今通天閣の真下に来ておりますが、正面に見えますのが通天閣展望台入り口ということになっております。そんなに人は並んでいないようですが、でも賑やかな感じがします。料金は大人一般が900円ですね。子供が400円となっています。通天閣の真下を通り抜けますと、その奥に飲食店が固まっている、いわゆる新世界のエリアが広がっております。午後の1時過ぎなんで、ランチタイムを少し過ぎたあたりかとは思いますが、まだまだここではいろんな美味しいものを食べようということで、たくさんの方が集まっていらっしゃいます。では早速飲食店がたくさん立ち並んでいるこのエリアに入ってみたいと思います。いや、たくさんの人がいますね。ここは和食のレストランですね。魚料理ですね。刺身なんかが食べられるんでしょう。釣り堀がありますね。だからもうみんな B のマークつけた人が。大阪の道頓堀のようなイメージですが、それよりも飲食店が狭いエリアに固まっているという感じですね。この通りが一応新世界のメインの通りにはなるんですけれども、幅がどうでしょう、5メートルぐらいでしょうか。かなり狭いですね。人が行き交ってますが、結構ごった返している感じもあります。こちらのレストランは、ここも串カツですね。やはり新世界というと串カツが有名ですので、串カツを売りにしている料理屋さんがたくさんあります。
こも串カツですね。その向こう、この派手なしつらえのお店も串カツ屋さんですね。24時間営業と書いてますね。こちらも串カツ屋さんですね。はい、これです。ここはいろんな方のサインが飾られてますね。ちょっと読めませんけれども、おそらく芸能関係者、スポーツ選手などなど有名人の方なんでしょう。こちらたこ焼き屋さんですね。大衆娯楽遊技場とありますね。こちらも串カツがメインのお店ですね。たくさんお客さんが入ってますね。おそらく大阪でも一番有名な串カツ専門店ですね。串カツだるまです。相変わらず行列が絶えないですね、この店は。タコの大きなサインボードがありますけれども、こちらはたこ焼き屋さんですね。中は結構広いですね。上田理学名刺作ってあげたんですよ。もんじゃ焼きといえば東京のイメージがありますけれども、ここは大阪もんじゃということで、大阪味のもんじゃ焼きを出している、おそらく元はお好み焼き屋さんだと思うんですけれども、美味しそうな写真があります。こちらも新鮮な魚を売りにした魚介類のお店ですね。日本酒が冷やされてまして、あと牡蠣の貝殻にいろんな寄せ書きのような言葉がたくさん書かれていますね。こちらも串カツがメインですが、魚介類も置いているお店ですね。何軒ぐらい飲食店あるんでしょうね。ちょっと見当がつかないですけれども。こちらもこちらは焼肉屋さんですね。焼肉ホルモンのお店ですね。ホルモン焼きも実は大阪では結構メジャーな食べ物です。脂っこいんで私はあんまり好きではないんですけれども、好きな人は好きですね。大衆演劇の劇場がありますね。シアター朝日というふうに書かれています。劇団創設90周年記念大会、豪華絢爛なゲストを迎えています。新世界のメインの通りからぐるっと外側外周を回って、元来た通天閣の真下あたりまで戻ってきているところです。
この後ですね、ここまっすぐ突っ切って反対側の方を半分ですね、通ってみたいと思います。このお店も行列ができてますね。このお店ですね、串カツ大宮本店と書かれています。結構店構えからすると歴史のあるようなお店のようですね。老舗っぽい感じがします。通天閣を右手に見ながら反対側のエリアに入ってきました。通天閣のある新世界の飲食店街ですねの外側をぐるっと今歩いております。こちらにもですね、串カツ屋さん、あとたこ焼き屋さんですねがありまして、どのお店もお客様がそれぞれの料理を楽しんでいらっしゃいます。ちょうど反対側のエリアの外周の突き当たりですね。新世界というのは本当に住宅街の中にあるような感じで、一歩通りの外れになりますと、こうして民家だったりマンションだったりがずっと広がってます。まさしく住宅地ですね。住宅地の中にあれだけ賑やかな飲食店が固まったエリアがあるというのは、新世界という言葉がぴったりのような感じがします。新世界の外周をずっと歩いておりまして、再び賑やかなエリアに戻ってまいりました。本当にさっきも言いましたけども、ちょっと入るだけで全く世界が変わるというのは面白いですね。これだけ飲食店が、しかも串カツ、お好み焼き、焼肉、おそらくあと日本の料理の代表ですけど海鮮ですね。この4種類ぐらいでほぼ全部埋まってしまうんではないかと思うぐらい、結構極端な品揃えのエリアではありますけれども、それだけ競い合ってるんで、各店とも味に自信があるんだと思います。新世界の飲食店のあるエリアから通天閣の方を眺めております。この角度が非常に綺麗に見えますね。ちょっと電線が邪魔ではありますけれども、さっき通ったたこ焼き屋さんの前ですが、ここから小道に入ってみたいと思います。ここも賑やかですね。この先には新世界のもう一つのメインスポットでありますジャンジャン横丁という商店街があります。この中にも有名な串カツ屋さんが何軒か営業されてます。新世界のメイン通りよりもさらに狭くなって、幅がどうでしょう、3メートルぐらいですかね。にもかかわらずたくさんの方々が行き来されています。ここも串カツだるまですね。新世界の中にはだるまの店舗が数軒ありますけれども、どの店舗も必ずと言っていいほど行列ができています。立ち飲み屋さんですね。この辺りは昔ながらの新世界というイメージをそのまま残している感じですね。土曜日ということもあるんでしょうけれども、どの立ち飲み屋さんもたくさん人が入っています。ここも串カツ屋さんですね。見た感じほぼ満席のようです。こ
ちらも串カツ屋さんですね。ここも満席のようですね。飲食店に混じってこういう射的屋さんも多いですね。ありました。じゃんじゃん横丁の中にある有名な串カツ屋さんの一つですね。ここは天狗です。狭い通りに人が行き来をしてるんですけれども、それに加えて行列がすごいですね。その天狗の隣に、これも有名な新世界八重カツと読みますか、八重賞かな、どうなんだろう、分かんないですけども、ここも行列がすごいですね。ここも行列がすごいですね。大幸寿司とお寿司屋さんですね。メニューがあります。マグロが3貫で150円というのは安いですね。かなり安いです。どうでしょう、感覚的に100メートルぐらいとそんなに長い商店街ではないんですけれども、その中にぎっしりとお店が詰まっているという感じでありました。串カツ屋さんとあとお寿司屋さんもありましたね、何軒か。あと立ち飲み屋さんが多かったです。じゃんじゃん横丁はこれで終点になりますので、また新世界の賑やかなエリアに戻っていきたいと思います。じゃんじゃん横丁の入り口まで戻ってきましたけれども、入り口の角にありますうどん屋さんですね。これがなんとかけうどんが1杯170円、月見うどんが220円、そばも同じ値段なんでしょうけれども、今まで見た中では一番安いですね。こちらも串カツだるま、さっきのお店ですね。また新世界の賑やかなエリアに戻ってきました。少しブラブラしたいと思います。射的場と並んでこの弓道場というのも何軒かありますね。これは、新世界とどういう関係があるのかよく分かりませんけれども、こちらの射的屋さんは賑やかですね。人がたくさんいます。この路地に入ってみたいと思います。たこ焼き屋さんがありますね。こちらは串カツ屋さんですね。まだ準備中、仕込みの最中ですね。もう営業されているようです。やっぱり串カツ屋さんが多いですね。
この路地にも串カツだるまのお店がありますけど、ここはちょっと変わってて2階からおじさんが顔を出してますね。新世界のメインの通りに戻ってきました。帰りに新世界市場屋台街というのを見つけましたので、ここを通って駅まで戻りたいと思います。ここもアーケード付きの商店街ですけども、両側に飲食店が並んでますね。結構通りに机椅子を出して、そこで皆さん飲み食いしてらっしゃいます。屋台街というだけありまして、屋台がやっぱり多いですね。やっぱりここもそうですが、たこ焼き屋さんでしょうか。お好み焼き屋さんですね。屋台街というと台湾の夜市あたりが非常に有名で、私も行ったことはありますけれども、それに比べると規模も小さいですし、お店の数も少ないので、こんなもんかなっていう感じではあります。お肉屋さんですね。お肉屋さんで、コロッケ、あと串カツも売られてるようですね。お肉屋さんのコロッケって美味しいですよね、本当に。こちらはイカ焼きですね。スタート地点の大阪地下鉄堺筋線の恵比寿町駅まで戻ってきました。改めて今日の動画は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。